個人的に皆さんリフレクションってどんな曲だと思ってるんですか？最後に日向さんにも言ってほしいんですけれども、やっぱそうやって先に話して、多分中西さんとの間はもうちょっとやっぱ長いと思うんであるかもしれないんですけれども、リサさんとかも今リフレクションを弾いて、どういう曲だと思うんですか？自分からなんかその曲がどういう曲かはもちろんわからないんですけど、自分が弾いてて感じるものとしては、なんかいつも自分がしまってる、心の奥底にしまってるものをなんか思い出す感じがします。弾いててなんか懐かしいじゃないけど、なんか出さないようにしてる感情がすごい呼び起こされるような、なんか不思議な感覚でした。さっきやってる時に。中西さん的にはどういう曲なんですか？これは何だろう、静かにすごい力を感じる曲、で表現しすぎても良くないだろうし、でも表現しないと良くないし、なんだろう、一個一個の質量が重い感じ。あとね、フレーズが長くて息をこうしっかりこう吐き続けて弾きたい感じのかな。なんかちょこちょこしないで、こう本当にずっとこう圧力をずっと加えながら弾きたいメロディーっていう説明でわかるのかわかんないけど、演奏者はわかるかもしれない。でもピアノが動かないからっていうのはあるかもしれない。そうだね、それもあるね。なんかスローモーションの水面にインクを垂らしていく感じかな。なんかこうやってブーンとこう滲んでいくみたいな、そういうのが浮かぶね。なんかどんなイメージで作られたのかはすごい気になってます。そうだね、聞きたいね、それ。いや、偶然なんですけどね。だけどなんて言うんだろう、あの当時変なワルツみたいなの多かったよね。確かに作ってたの。でもこの人みたいのは少なかったけどね。だからピアノのパートはあくまでシンプルで、バイオリンとかチェロとかそういう弦楽器がある場合にそういう人たちがこう抑揚をこうその曲のイメージから汲み取ってなんか自分たちでつけてくれるっていうのを期待して実現したらすごい面白かったっていう感じ。結果的に。だから当時でもそういう曲やってた人ってほとんどいなかったんだけども、でクラシックでもないでしょ、でポップスでもなくて、でただのヒーリングミュージックとかね、そういう当時あったのとも違って、やっぱりメロディーははっきりしてるから、だから僕も作っててもこういう曲で大丈夫なのかなっていうね、不安もあったけども、今思うとそういう曲を今の若い人がピックアップして、いろんな TikTok とかね、TikTok とかリールで使ってくれてるっていうのは驚きですよね。今日一緒に演奏していただいた中西さんがもともとそのリフレクションのレコーディングの時にバイオリンを弾いて、で今回リサさんも加わって新しくトリオのアレンジ、新鮮だったね、なかなか。そうチェロ入れたらね、どういう音になるかって前からちょっとこの曲をチェロで弾く人もクラシックの人でドイツの人が弾いてくれて、彼女が自分に配信に出してるのもあって、チェロでもいい音するなと思ってね。でも今回バイオリンとチェロと混ぜたらもう絶対面白いのができると思ったから、最初もともとはね、彼のピアノと僕がバイオリン一人で弾いてて、その時はやっぱり自分の弾き癖とかこう自分の歌い回しとかがあるから、で一人だと自由に弾けるので、今日は初めて一緒にやったから、昨日ちょっと不安になって自分の歌い方をちょっと抑えた方がいいのかとメールしたことあったんだけども、でもやってみないと分かんないよねみたいな話でやってみたら、もうなんかすごい
合わせてくれるし、で、彼女の歌心も聞いててすごく、一緒にやりたいと思うし、楽しかったけどね。そうです。だから最初に中西君の音は知ってるし、でリサさんの今回のアルバムでね弾いてもらったのでどういうふうに弾いてくれるか分かったから絶対うまくいくと思った、であと新しくイントロもそうだね加わってそれはなぜつけようと思ったんですか？すごく変な考えだったんだけどいつものとこから始めたら例えば配信で出したとしても同じ曲と思われる可能性あるでしょ、だからイントロつけたら全く別の曲だっていうことが、なるほど、最初から分かる戦略そうなんですね。でもイントロなんかすごくこう映像っぽくてね、どういうふうに弾くかっていうこうワクワクするねなんかねそれもああいうふうにしたのはやっぱりリサさんとアルバムでやったのの流れの延長みたいな感じ、だから辺もすぐ浮かんだんですけどね、リサさんってねすごい僕最初からちょっと無理難題のことやっちゃったんだけど高い方の音を弾いてもらうように楽譜をアルバムでも書いちゃったんですよね。でそれでレコーディングする時もねこれちょっと高いって言ってましたよねバイオリンの譜面かなっていう最初バイオリンでも多分高いんじゃないかなって最初彼女の音の入ってるやつをデータを僕もらってで彼も来て弾いててでもすごいビシッと綺麗にピッチも取って入っててこれ誰弾いてんのって聞いたら彼女の名前が出てきたそういう無理難題を彼女うまくやってくれたんだよね、だから例えば今回のはちょっと低い方を弾いてもらうのでちょっと高いのを混ぜたっていうかそのバランスがうまくいったって感じかな、